手袋半分しかねえや。今回の旅は湯治場を巡る旅。270年の歴史を誇る妙見温泉に行きます。妙見温泉は鹿児島空港から車で15分、山あいを流れる天の川に沿って温泉地が並んでいます。今日は天候にも恵まれていい温泉日和だ。その前に行ってみたかった場所に来ました。築100年以上の古い木造駅舎、 JR 枯れ川駅。現在も視察線の停車駅として使用されている無人駅です。こういうレトロな感じいいなあ。まるで昔の映画の世界に張り込んだような気分になるなあ。これは確か映画で見たことあるやつだ。タブレット閉塞機、列車が衝突しないように駅と駅の間で使われた機械だ。なんかこういう風景見てると旅してるなーって感じがするな。旅してる気分になってきたから、そろそろ温泉にでも行くかな。枯れ川駅から
ちょっと走ったところに早速立ち寄り温泉が見えてきました。安い。300円で入れるのか。雰囲気抜群な感じがなかなか期待できる。楽しみです。早速堪能してこようと思います。炭酸水素塩泉というだけあってさらっとした泉質と鉄分の匂いをほのかに感じる温泉でした。いやー、いいお湯だったな。さて次どこ行こうかな。温泉街って感じしてきたね。宇宙人天の川に沿って温泉宿が立ち並ぶ妙見温泉。高級な宿と昔ながらの湯治宿が立ち並んでいます。反対側には水力発電もあります。さあ早速次の風呂に入ってみるかな。まさしく湯治宿といった佇まい。雰囲気からしてもうたまらない。源泉かけ流しの圧倒的な湯量がすごい。いいなあ。温まる。これを200円で味わえるなんて。ここにはもう一つ打たせ湯もあります。こちらも圧倒的な湯量が嬉しいね。こちらも大変いいお湯を堪能させていただきました。温泉から上がった後は非常にすっきりとした気分になれるのが嬉しい。来てみてよかったな。そろそろお腹も空いてきたところだし、なんか食おうかな。食堂の響きに惹かれて入ってみました。せっかくだから地域のものを食べたいなと思って鯉定食を選んでみました。2時間までがね。まあそうですね。思ったよりサクッと来れた感じがしたんで。おー。あ、すみません。
は酢味噌をはいつけて食べてください。これが濃いね、酢味噌ではいすね。で、お箸はここにあります。あはいすいません、はい、はい、どうぞ。ごゆっくり。いやー、これはなかなかうまそうだ。鮎の甘露煮、そして鯉の洗い、紅物などバランスがいい。鯉の洗いは酢味噌につけていただく。みずみずしさと歯ごたえがあってとてもうまかった。鮎の甘露煮も味がよく染みていて柔らかくてうまい。ご飯が進む美味しさでした。外が暑いよね。中来るときもうここに来るときはもうあったかくてですね、暑いですよね。今ああ私ちょっと外に出たけど、いい感じだなと思って。そうなんですよ、天気もいいですし、うんおかみさんもフレンドリーな方でよく声をかけてください。気にかけてくれるのが嬉しい。大変おいしゅうございました。すみません、ごちそうさまでした。妙見温泉には熊曽の穴と呼ばれる場所がある。古事記や日本書紀に記されている大昔の民族だ。この熊曽の穴は熊曽族の首領川上武が住んでいたところで、女装した大和武命に殺されたと伝えられている場所です。駐車場から山道や階段を歩き、日頃の運動不足を体感しました。おー、すごっ。そしていよいよ洞窟の中にある熊曽の穴に入っていきます。おー、これはすごい。中は想像以上に広い空間でした。壁の模様は鹿児島出身の芸術家萩原貞之さんのモダンアート。神秘的な空気を醸し出していました。頑張って登ってきた甲斐があったな。そろそろまた温泉を楽しみたいと思います。なんかこの古い感じが惹かれます。こういう感じ好きだな。
ちょっと高さが崖湯がまた面白い。あーいいなあ、贅沢な気分になれる。こちらも大変素晴らしい温泉でした。近くにあの坂本龍馬が絶賛したという滝があるということで行ってみました。展望台があるということで見てみたのですが、ちょっと見づらい。これは降りていかないとダメかな。結構急斜面下っていくな。頑張るか。たどり着いた犬飼滝は確かにすごい。落差およそ36メートル、そしてとても豊富な水量。そろそろ今夜の宿へ向かう準備をしたいと思います。せっかくだから地元のお店で何か買っていこうかな。これで夜の晩酌は大丈夫。今夜の宿は妙見温泉からちょっと離れたところにある湯治宿をなんとか抑えることができた。本当かよ。おお、マジか。大丈夫か。宿は一棟貸しの宿だ。今夜の宿は思っていた以上に綺麗な場所でした。なかなか快適に過ごせそうです。いやー、これはかなり十分すぎるぐらい快適だ。Wi-Fi も結構いい感じだ。長期滞在にはいいかもしれない。あー、染み渡る。ここの温泉もいい感じだ。温泉成分がびっしりと石化した大浴場。かなりワイルドだ。
今回来てみて思ったのが、たまには自分に優しくしないとダメだね。こういうことを楽しめる年齢になってきたのかもしれないな。キーンと冷えた中で入る露天風呂、こういうのもいいよね。ああ、いいな。癒されるわ。星空を眺めながら入る露天風呂、そしてたまに動物の声が聞こえてくる。さあ、晩酌を楽しもう。地元のお店で買ってきたお惣菜を広げて晩酌を始める。あれをかける。鶏の刺身をタレと生姜でいただく。そして鯉の洗いは酢味噌でいただく。美味しそうだったので一緒に買ってみた海鮮サラダ。柔らかくて新鮮な鶏の刺身がうまい。合う。あお昼に食べた鯉の洗いが忘れられなくて買ってしまった。やっぱりうまい。これはこれで結構贅沢な晩酌という気がしている。いい温泉に地元の食材を食べる、いい夜じゃないか。またこういう感じの当時の旅をしてみたいな。今夜は気持ちよく寝れそうだ。次はどこへ行こうかな。今回の旅は大分県別府市から始まります。20年ぶりぐらいに訪れた別府は相変わらず温泉の香りと海の匂いが混ざった独特の雰囲気。別府は日本有数の温泉地で8つの温泉地が点在している。まさに日本一の温泉県というだけのことはある。旅の始まりにはいい場所だな。こうして眺めていると観光客がどんどんとやってきているのがわかる。まずは温泉地らしい風景を見に行こう。約15分ほど車を走らせてたどり着いたのが鉄輪温泉湯煙展望台だ。これはすげえ。湯煙が立ち上るこの景色はさすが温泉地といった感じがする。背後には鶴見岳、下には温泉地が広がる風景。こういうのが見たかったんだよな。実際に街の中を走ってみると
本当に至る所から湯気が出ている。街の中を走るのもなかなか楽しい。まずは定番の観光スポットから訪れてみることにした。地獄巡り、海地獄だ。日本語があまり聞こえない。あまりの観光客の多さに今日平日だということをついつい忘れてしまいがちだ。別府に来たという気分になったところで美味しいものでも食べに行くか。お昼ご飯に選んだのは駅前商店街にある海鮮のお店。地元でも大変有名なお店らしい。注文したのが刺身定食。わがままなくらいの刺身の盛り合わせ、そして魚の唐揚げ。お腹も空いてきてたとこだし何も問題はない。これはうまい。この肉厚な感じはとても嬉しい。箸を止めることを許さないようなうまさだ。あっという間に食べてしまった刺身定食、大変美味しゅうございました。大分市方面に車を走らせてたどり着いたのは高崎山自然動物園だ。昔から行ってみたかったんだな。せっかくなのでサルッコレールというモノレールに乗ってみることにした。動き始めると別府湾が見えてきた。素晴らしいロケーションだ。次第に猿の姿たちも見えてくるようになってきた。たどり着くと思っていた以上にたくさんの猿がいた。ニホンザルたちが自由に暮らしている空間があった。今までこんなに猿に囲まれたことはない。初めての経験だ。
こうして見ているとニホンザルもどこかこう人間臭くもあり、なかなか見ていて飽きない。名残惜しいところではあるが、そろそろ宿に向かわなければ。遠くからかすかに聞こえる猿の声を聞きながら宿に向かうことにした。大分市を過ぎ JR 大西駅のそばにあるビジネスホテルニュー大西。なかなか味のある佇まいのこのホテルは源泉かけ流しの温泉宿となっている。しかも料金が安い。しかも朝食をつけても300円プラスというとても優しい宿だ。早速温泉に入って横になってみたいなとは思うところだが、そういうわけにはいかない。今回わざわざこういう場所に宿を押さえたのは一つの理由がある。噂のあのお店に行ってみたかったのだ。大分では珍しい屋台ラーメン幸栄軒。地元では猫ラーメンと愛称で呼ばれている。最近ではなかなか見かけないような安い値段で提供しているラーメン屋だ。創業39年続けてこられた65歳の大将はここで朝4時まで営業をしている。はい、ダメですか。食べます。はい。2個。これも。あ、3個で。もし、練習やったら、チャリしんどいて。シーズン終わる前。ごちそうさました。ありがとう。ごちそうさま。ありがとう。大分の中でも観光客が訪れないこの場所で3時間睡眠で毎日営業している猫ラーメン。また大分に来ることがあったら訪れてみたい。翌日私は大分をさらに南へ臼杵市へ。国宝の石仏があるということで行ってみることにした。旅の締めには神社仏閣っていうのは非常によく締まる。とても静かな山の風景の中にお線香の香りが漂う。想像していたよりも大きな石仏たちにひたすら驚かされることになった。木漏れ日が降り注ぐ参道を歩いていく。昔の人は
なぜこの場所にこんなようなものを作ったんだろうな。積み重ねてきた歴史にひたすら驚くことしかできなかった。さまざまな石仏を拝観して、いよいよ最高傑作と言われる古殿石仏へと行く。どれほどの時を重ねて、どれほどの人がこの姿を見たんだろう。思い出深い出会いをした臼杵石仏だった。旅を終えるにあたって、やはり関味と関サバは堪能して帰りたい。海のロケーションが素晴らしい関味関サバ館、ここでうまいもんを食おうかな。ここまで来た甲斐があったなぁと思えるようなロケーション。ここで食うランチは美味しいだろうな。しかもドリンクバーが飲み放題ときた。大分の味を占めるということでちょっと奮発してみた。関味関サバどちらでも堪能できるという佐賀の関幸御前だ。刺身の厚さから自信がうかがえる。そして今回食べ損ねていた大分の郷土料理、魚をタレに漬け込んだ琉球、いい見栄えだ。最高のランチだな。贅沢な魚の厚みとこの歯ごたえ、新鮮でとても繊細な味わいが広がる。これはいい。大分の旅で得られる喜びの一つだな。お腹が空いていたということもあるが、箸を止めることを許されない気がする。佐賀の関の味、そして関サバ関味の味、堪能させていただきました。美味しゅうございました。もっといろんな場所を見てみたい、そういうふうに思えた大分の旅だった。まだまだ知らないことがある。次はどこへ行こうかな。今回の旅は火の国熊本。城造りの名人加藤清正の熊本城がある。熊本県は人口約170万人。かつては九州の中心として重要な機関が設置された熊本。今回は穴場や絶景を楽しもうかと思っている。
早速車を走らせること約1時間。天気にも恵まれて幸先がいい。たどり着いたのが山鹿温泉で有名な山鹿市。明治43年に建築された芝居小屋八千代座。現在も現役で稼働している芝居小屋だ。中に入ると江戸時代の歌舞伎小屋の様式で、天井のたくさんの絵とシャンデリアが度肝を抜かれる。花道を歩くと自分が歌舞伎役者にでもなったようなついつい妄想をしてしまう。この見事な作りをした八千代座にも不遇の時代があったという。テレビの普及により客足が減り、映画館にもなったことがあるという。1960年代には閉鎖状態になり老朽化が進んだ芝居小屋。30年にも及ぶ月日をかけて八千代座は復活した。八千代座の館内見学はバックステージも見ることができる。順路に向かって進むと、舞台や花道の床下、奈落を見ることができる。まさに奈落という名にふさわしい、表舞台とはまた違った別空間があった。いらっしゃいますね。シャンデリアの賑やかなね、化粧品、小間物類、酒主化粧品屋さんというようなね、ホテル生活を残っております。お2階に上がっていただけないということでね、いかに納得させる演技をするか、大変ね、緊張のシーンがございますね。紙で桟敷が昔からリップシートだった時代です。なぜか町の人の手によって復活した八千代座。ぜひ今度は芝居も見に行きたいな。次の場所に行く前にちょっと昼飯を食おうかと道の駅にやってきた。地元ならではの美味しいものを食べれるんじゃないかと期待が高まる。目的地は右側です。お疲れ様でした。楽しみにしていたランチを前にして思いがけないことが起きる。なんとリニューアル工事がされていた。仕方なく駅で販売されていた弁当を食べることにした。厚切りの漬物がついたお弁当、まあ美味しそうだ。味付けもしっかりしてあり、まあお弁当としてはかなり美味しいが、これじゃない感がありながら食べきた。気を取り直して次の目的地へ行こう。たどり着いたのは熊本県荒尾市。
そう、九州最大の遊園地三井グリーンランドがあるが、今回はここに来てみた。三井三池炭鉱万田港だ。明治の産業革命を牽引した炭鉱だ。なんと1997年まで稼働していたという。コンクリート、それは石ですよ、石板ですよね。それを支えてるのは鉄ですよ。この何の鉄ですか。そうなんですね、これ。はい。それを説明するために上に上がってきてくださいって言うから。あ、なるほど。あとはもう自由に写真撮ってください。ありがとうございます。かっこいい。これです。ああ、本当だ。何見えます？線路の。そうですよね。はい。イギリスの産業革命の時に使われた線路です。もしかしたらまだ動くんじゃないかと思えるような機械の数々。ただただすごいと圧倒されるばかりだった。こうやって歩いてみると、まるで高倉健の映画の世界にいるような気分になる。実際自分の目で体で確認してください。頑張ってきてください。はい。どうぞ。はい。すみません、ありがとうございます。お家さんは地下に着いた時はもう頭がクラクラして15分ぐらい動けなかった。ただ密かにひっそりと朽ちていく炭鉱の姿にグッとくるものを感じた。あ、ちょっと手袋半分しかねえや。九州を代表する海の一つに有明海がある。潮の満ち引きが日本一で最大6メートルにもなる。干潮の時間帯に現れるのが海中道路だ。荷揚げ用の作業用道路として使われる海中道路。道の先には対岸の島原半島が見える。実際に来てみるとノスタルジックというか、千と千尋の神隠しに出てくるようなシーンを思い浮かべる。この道はまた 1,2 時間経つと何もなかったかのように姿を消す。寒すぎる。そろそろ今夜の宿に向かおう。
1時間ほど車を走らせて熊本市内に入ってきた。今夜の宿はここ。おお、最近安宿が多かったせいか豪華に見える。ただ最近思うのが、ホテルに滞在する目的で来ないとホテルのスペックを使い切れない。そういう時なんか贅沢しちゃったなという気持ちになる。Wi-Fi の速さもなかなかあるので安心して過ごせそうだ。じゃあ早速熊本の夜を楽しみに行きますか。今夜はこの熊本屋台村で美味しいものをはしごしてしまおうという企みだ。今日はいっぱい走り回ったから、まずはご褒美にビール。やっぱりうまい。まずはウォーミングアップで鶏の刺身。お、結構いいじゃない。そして熊本といったら馬刺し。なんで鹿児島から熊本でやろうと思ったんですか？いやもうそこの屋台村っていうのがすごい好きで、もう自分が独立して店するならここだなみたいな感じでやってます。ここは鹿児島の黒豚と地鶏を使った料理と、あと熊本のお魚、ね、馬刺しで馬刺しお野菜のなんか熊本と鹿児島のハイブリッドみたいな感じで。もうね、自分も鹿児島関係を結構してるから、このフェリーうどんとかこれがちゃんとオリジナルですか？すごい、どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。すみません、どうもごちそうさまでした。2軒目は天ぷら。天ぷらいいじゃないか。ここではハイボールをいただく。うまい。あ、これ自分のですね。あ、やっぱそうなんだ。一人旅だと天ぷら屋さんに行くというのはちょっと行きづらいところがあるから、こういう形で楽しめる屋台村はいい。カリッとした食感もよく、とてもうまい。ハイボールも合う。そして馬刺しの馬握り、食べてみたかったんだよな。癖もなくまろやかな味わいがお寿司でも合う。熊本といったら熊焼酎。100円で熊焼酎を試し飲みができるというスポットもあるのもすごく面白い。そろそろ締めということで、がっつり焼肉でも食おうかとやってきたのがホルモン焼き肉も。そういえば飲んでなかったので熊焼酎も注文する。飲みやすくていい味だね。
焼肉のいいところは見ていても食欲をそそられるところだ。明日も元気に回れるようにスタミナ補給。やっぱお肉を食べると元気が出るよね。屋台村で3軒はしごして堪能した熊本の夜、とてもいい夜でした。また来たいな。2日目の熊本の旅は渋めの旅、穴場を巡っていこうと思う。車を走らせること約30分、標高約660メートルの金峰山を登っていく。その先に今回の目的地がある。1351年に建てられた雲巌禅寺だ。このお寺の特徴は、お寺の奥にある五百羅漢と霊源堂。剣術家宮本武蔵が霊源堂にこもって五輪書を書いた。岩山にずらりと並ぶ石仏五百羅漢。約200年前、熊本の商人が24年の歳月をかけて奉納したと言われている。それぞれの石仏がさまざまな表情をしていて、見てて飽きない。そしてその奥にあるのが霊源堂。宮本武蔵は晩年の5年間を熊本で過ごしていたそうだ。宮本武蔵の表した五輪書は剣術の奥義をまとめたものと言われ、亡くなる直前の2年間、この場所で宮本武蔵は執筆した。宮本武蔵にゆかりのある場所がこんなところにあったなんて、来れてよかったな。熊本の旅もいよいよ終盤になってきた。この辺でお昼ご飯を食べようかと走らせる。たどり着いたのが熊本県宇城市にある道の駅宇城。大きめの道の駅だからレストランがあるんじゃないかと思ったが、なかった。またしても弁当。今回の旅はお昼ご飯外してんな。ここまで海の幸に縁が遠いなと思ったので、海関係で揃えてみた。お腹も空いていることだし、早速いただくとします。まあ美味しい。海の幸っていうほど派手ではないが、まあ美味しく楽しめた。大変美味しゅうございました。一般道を走ることが多い今回の熊本の旅、最後は美郷町にやってきた。川の音と鳥の鳴く声しか聞こえない自然豊かなこの場所を歩いていく。たどり着くと自然の中にある人工物、八角トンネルがある。八角トンネルは今の南熊本駅と美郷町を結ぶ
総延長 28.6km を結ぶ鉄道の遺構だ。鉄道の廃線から50年以上経った今でも残る八角トンネル。なぜ八角形なのか、形も構造も未だ多くの謎が残る産業遺構だ。トンネルの中を歩くとまるで違う空間にタイムスリップするんじゃないかというような不思議な感覚が味わえる。いろんな場所を巡った今回の熊本の旅、最後にここに来れてよかったなと思えた。次はどこに行こうかな。